スト動画クリエイター1期生マスターエディケーターの松尾よしこです。今日はボバジェルとインクを使った立体的なクリアフラワーのデザインの紹介をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずはじめにアートを作るためにチップを用意しています。今回はジェリップのオーバルロング4番を使用しています。チップの上に E の91番ホワイトグラデーションを2度塗りします。硬化します。硬化します。ボバジェルを扱うのにパレットを用意します。今回はボバジェルローブを使用しています。パレットの上にボバジェルを出していきます。ボバジェルを出すときは直接手で出すのではなく、このようなウッドスティックを使って出してください。こちらは直接触ってしまうとアレルギーを起こしてしまう可能性があるので注意してください。少しボバジェルを伸ばします。少し広げてください。今回使用するブリーディングインクは去年の12月に発売されたスモーキーワインを使用していきます。こちらのブリーディングインクのシリーズはスモーキーなシリーズなので、今流行りのニュアンスネイルにもすごく使いやすくて便利な商品となっています。先ほどパレットの上に広げたボバジェルの上に直接インクをのせていきます。シリコンスティックを使用します。シリコンスティックのこの平たい方を使いながらボバジェルの中にインクを閉じ込めていきます。完全に混ぜてしまうとボバジェルに薄く色がついただけのボバジェルが出来上がってしまいますので、完全に混ぜずに少し透明なところやインクのにじんだところを残しておくようにしてください。次に花びらを作っていきますので3等分にしていきます。このように少し細長い形にして先ほどカラーを塗布したチップに直接のせていきます。お花を作るときは中心を決めてシリコンスティックの平たい方でお花の形を作っていきます。仮硬化させます。お花を2枚目3枚目とのせていきます。仮硬化させます。硬化させます。次に花びらの輪郭をマーカーズラインのブロンズを使って描いていきます。お花の周りの輪郭のラインはニードルライナーを使用していきます。お花の周りのラインを描いていきます。ニードルライナーはココイストのライナー筆の中で細い方の筆になります。本日のようにお花の周りのラインを描いたり細いアートもスラスラ描けますのでサロンワークで大活躍しています。ぜひ皆さん手に取ってみてください。硬化させます。
ノンワイプアクセサリーボンドを使ってお花の中心にブリオンをのせていきます。硬化させます。最後にウルトラグロッシーノンワイプトップコートを塗布します。硬化させます。こちらで完成です。このように他のカラーのインクと合わせて作っても可愛くできますので、ぜひ参考にしてみてください。真似して作ってみたよという方はインスタグラムでハッシュタグココイスト OK と書いて投稿していただくと、インスタグラムのココイスト公式アカウントでご紹介させていただくかもしれません。私のインスタグラムでもたくさんのアートを紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ココイストマスターエデュケーターの松尾よしこでした。